こんにちは、加藤です。今日も始まりました毎日頑張らないスケッチ。本日描こうと思っているモチーフはこちらです。撮ってきました。葉っぱ付きで。今日はこの秋の味覚、あけびを描いていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。うちの裏のはね、ちょっと白っぽいんですね。白あけびと勝手に呼んでいますけれども、これ3つ実がなってるんですね。で、実は一番奥の昨日生徒さんと一緒に食べちゃったので、2つプラス残りの1個と3つが枝についた状態で今日は描いていきたいと思います。用意したのはいつもの画用紙、サンフラワーペーパー M 画用紙です。画材の方は今日はステッドラ 4B から HB までと、あとは練りゴム、この道具でいってみたいと思います。あけびのつるがついているので、つるも含めたこの辺からこの辺までこんな塊で見ていこうかなと。まず左下がこの辺りで、上のつる先端がこの辺りで、結構黒くてごつい、丈夫なつるによってこのあけびの実がぶら下がっているわけですけれども、こんな感じで、節が結構節くれ立ってる感じなんですね。この節ごとに葉っぱが出てきて、このあけびはね、三つ葉あけび、葉っぱが3つのタイプのようです。5葉、5つの葉っぱと3つの葉っぱと、主に2種類あるみたいなんですが、これは3つの葉っぱでなっているやつ。はい、大体の配置、構図決めました。上はここから下はここまで。この辺まで入ってるかな。上がギリギリちょっと切れちゃうかな。このくらいまでギリギリまで入れましょう。まず 4B 柔らかめの鉛筆で、このあけび左下のやつは後ろに向かって、奥行き感を感じさせる。こうもっこり、ここが中心、でこれが割れるところ、名前がわからないですけれども、この切れ目みたいなのがちょっと入ってるんですね。で、後ろに向かってぷっくり膨らんでいる、この前後感を出すために一番自分に近いのがこの辺から遠くへ向けて、後ろへ向けて、この描いていく鉛筆の線のその筆圧の強さも遠くに行くにつれてちょっと弱く、手前は強く後ろは少し弱くしながら、明暗も一緒に捉えていきます。この辺が結構自分に近いところなので、少しタッチも意識強調しながら、で遠くに行くにつれて少しこう弱くなっていくような、タッチも弱くなっていくような感じで、筆圧もふわっと力を抜きながら手前から奥までを描いていきます。ここが一番自分に近いところ。なんていうんですかね、この先端、お尻の先端がここで、ここはその付け根の部分なんですが、ここで隣の大体これ対になってるみたいです。あけびのなり方を見ていると2つがセットになっていることが多そうですね。ちょっと大きくなりすぎました。この付け根の部分もうちょっと小さくしておきましょう。このくらいに。で、自然物を描く際にいつも私言っていることなんですけれども、そのらしさが出ていることが重要で、たまたま形がひしゃげていたり歪みができていたりした場合に、それをどう使うのか、絵にとって役に立つ形の歪みとか傷跡とかは積極的に利用するんですけども、どうもこれ絵の邪魔しそうだなっていう、そういった傷とか汚れみたいなのは、絵の中ではなかったことにしたりしてね、取捨選択は作者のその何を絵に必要としているのか、使うのか使わないのかは作者の判断に委ねられると。
好みではなくて、作者の都合ではなくて、絵にとって、それが絵にとって役に立つかどうかっていう基準で判断していくといいかなと思っています。で、今回の例で言うと、この部分、手前のボリュームに対して、この奥側のボリューム、この部分ですね、付け根の部分の形。これが少し大きすぎたので少し小さくしましたが、この部分ですね、この部分。あまり遠くのものが大きくなると奥行き感が出ないなっていうこともありますし、この形のバランスですね、手前のこのもっこりしたこう張りのあるボリューム感に対して付け根部分はちょっと控えめな感じで、遠近感をちょっとね意識的に出したいなというのもあって、ここは少し遠くを小さめに、気持ち小さめに、控えめに抑えてる、抑制してこのくらいの感じにしておこうと思います。で、隣の、対になっているあけびがこの辺に来ると。これもなんか面白い形してますよね。空豆みたいな、空豆の鞘みたいな、ちょっとボコボコした、もっこりした、ここ1段、2段、3段段差があるんですけれども、そういった形の、多分何か隣にあったあけびによってへこんじゃったんじゃないかな。成長する過程で周りの影響を受けてこんな形に仕上げてしまったのかなと思われる部分なんですけど、そのちょっと空豆用の面白いこのくねくねした形がね、この絵にした時に面白いかなと思います。描きながら形の狂いを少しずつ取っていくんですけれども、ここがその割れ目中心に対して、これが下半分、こっちが上半分で、前のに比べるとちょっと、なんて言うんでしょうね、虐げられて形が歪んじゃったかなという感じに見えます。カメラのレンズの位置からだとこの葉っぱに隠れてこの先端見えてないと思うんですが、私の目の位置からだとここまでねちゃんと見えているんですね。ここまでをね絵に入れたいと思います。ちょうどここはね少し葉っぱの影に隠れて、ちょうどこのだるまのお腹みたいなところは明るく見えてるんですけど、それ以外が少し暗く見えている。この辺は少し暗く見えている。で、床に落ちる接地面、ここの影も丁寧に描いておきましょう。ここですね、この位置、ここ大事な部分なので見逃さずに床に落ちる影を描いておきます。今日も、天気はちょっと曇りがちな晴れっていう感じで、窓からの光が結構しっかり入っているんですけれども、日差しが強すぎるので1枚カーテンを引いています。カーテン越しの明かりが入ってきてる感じです。はい、手前に対してちょっと奥、距離にしたら7、8センチ、7、8センチくらい後ろにある感じでしょうか。はい、こんな感じで大まかな2つの、あけびの手前から奥へ、かけたところです。ここもうちょっと暗くしておいた方が前後感が出そうですね。もうちょっとベースになるとつけておきましょう。これ今やってるのは色塗りです。立体表現としてのハッチングではなくて、遠くのものをコントラスト、紙の白さに対するコントラストを弱く見せるための色塗りをしている感じです。はい、この辺でちょっとガーゼを使って調子を落としてあげます。はい、手前に対して奥のもの。はい、ここまで描いたらちょっとこの3個目のあけびもちょっと形、配置を確かめておきましょうね。ここに付け根があってちょっとしか見えていない。ここまでしか見えていない。で、形がやはりこれもっとひしゃげてる、歪んでいるんですね。こんな感じで歪んで、向こうに、これは向こうに向かって伸びていく、
ちょうどお尻、向こうへ向かって背中側から覗いているような、そんな感じにもう一個最後あります。ただ、上にこう葉っぱがかぶさっているので全貌が見えないんですけれども、大体のシルエットこんな感じに後ろにあると。それに対して、三つ葉あけび特有の3枚の葉っぱがこんな風に生えてきます。特徴的なのはここにね、3つフリルみたいなのがね、あけびの葉っぱ特有の形状ですね。3つほどフリルみたいなのが来ている。この葉脈はちょっと見えにくいですね。よく観察すると、少しね、この実を取ってから今日絵を描くまでに2日ほど、棚の上に置いて、鑑賞していたので、見学形をね見ていたので、だいぶ葉っぱはね元気なくなってきちゃって、取った当初に比べて少し、枯れかけているというかしおれかけているので、その辺は何とも言えないんですけれども、はい、こんな感じでしょうか。ちょっとね、葉っぱそのものに元気がないので、フレッシュな感じはあまりしないですが、こんな感じかな。はい、葉っぱをね、一気に描いていっちゃいましょう。ここまず1枚目、そして2枚目。そして3枚目の葉っぱはこちら側に、裏側が見えているんですね。裏側が見えている。ここが葉っぱの裏側です。でこれは表の葉っぱ。表の葉っぱはちょっとフリルみたいに葉っぱの先端が外側に膨らんでいるんですね。今最初描いた線を描き直しました。もうちょっと、フリルが大きいというか派手なフリルに描き直しました。当初描いた葉っぱの形よりももう少しよく観察してみたら、こんな感じにもうちょっとフリルが大きかったという感じですね。で葉っぱと、あけび本体そのものと両方に自然物特有の傷が結構しっかりついてるんですね。ここに至るまでに相当、ひどい目にあったというか、擦れたりぶつかったりして、果樹と違って自然のものなので、相当風に煽られて実がぶつかったり傷がついたり葉っぱも折れ曲がったりっていう、そういう自然物特有のなんかワイルドな自然の中に揉まれてここに至るという、その力強さ、自然物特有の力強さみたいなものが感じられる。なのでこの傷というか、傷、汚れ、あとはひびみたいなものも今回は意識的にちゃんと描いてあげたいなと思っています。あんまり綺麗な売っているスーパーで売っている綺麗なね、果物野菜とは違ったなんかワイルドな感じがなんか出たらいいかなと思うんですけれども、あまり整っていないというか、綺麗になりすぎていない感じですね。自
自然の中のワイルドな環境をこう生き抜いてきたようなね、そんな感じが、この辺ね、こう傷とかちょっとあるんですけれども、その感じを書き入れていきます。これもそうです。ここに結構強い茶色いこう傷跡、こう生育過程でできた傷跡みたいな、擦れ跡みたいなのがすごいできてるんですね。こういったディティールにある傷とか汚れみたいなのは、何を表したいかっていう作者の狙いによって場合によっては結構強調したり省略したりすると思うんですが、今回のこのあけびに関しては結構しっかりと私はこの傷跡をね書き入れておきたいなと思います。あとあけび特有のなんかムラのあるまだら模様みたいな紫と白と、あとちょっとグリーンがかった、色もこう綺麗なグラデーションじゃないんですよね。少しこうまだら模様、斑点みたいな迷彩模様みたいな感じで、ちょっと表面にまだらのね模様ができながらうっすらと色づいてくる、そういうのが特徴かなと思うので、少しそのムラというかまだら模様もこの辺少し感じ取れるように描いていきたいなと思います。この光の当たってる白っぽいところですね。この辺りは特有のまだらをちょっと意識して、はい、なんとなく雰囲気取れてきました。さあここから一気に仕上げていきたいと思います。まずヘタはすごく強い濃い、ゴツゴツした、ワイルドな枝に対して、本体はちょっと紫がかった優しい感じの実がなっていると。でそのコントラストをね強く出したいので、枝そのものはちょっと濃いめにはっきりめに形をこのくらいはっきりめに描いておこうと思います。幅を持たせて途中から形がこう急激に曲がる、曲がる部分なんかはあけび特有の形状をしているようなので見逃さずに、この部分ですね、ここの部分とここの部分描いていきます。で節くれ立っていて、ちょうど分岐するあたりは、よくねあけびのつるを使ったカゴとかを編んで、道の駅とかで売っていますけれども、やっぱりこう水につけると柔らかくなるんでしょうね。そういった手工芸品に向いているつるみたいで、節がありながらもカゴになってくれる感じ。はい、こんな感じかな。はい、ここまで 4B1 本でずっと来ましたけれども、ここからね、先端の葉っぱは少し固めの鉛筆に持ち替えて表現していきたいなと思います。はい、2B に持ち替えました。でここからですね、ちょっと繊細なつるの先端が、これの先のこの葉っぱの後ろのこの辺りから新たなつるが出ていて、この三つ葉あけび特有の葉っぱが3枚セットになったこういうのが出てくるんですね。今 2B 使ってみたけどちょっと硬すぎたので 3B に持ち替えます。一番自分に近いこれに対して手前、またギュッと前に出てきているこの辺もう一回ちゃんと見ていきます。ここから始まってここで葉っぱがめくれ上がってはい、こんな感じでしょうか。ここはね葉っぱの影ができてるんですね。床に落ちる影、葉っぱの裏側の影、陰と影を同時に描いていきます。ここはもうシルエットで見ていきます。こういうシルエットです。陰と影、影と影が合わさっ
ってこんな形に見えている。まとめて色塗りをしています。はい、いらないところをちょっと整理しながら、ちょっと清書しましょうね。葉っぱの裏側、ここから裏側、ここからこっちは床です。ここは床で、先端、葉っぱの先端はこの辺り、葉脈が通っていて、ちょっと干からびた感じなんですけれども、葉っぱがめくれている。葉っぱの表、葉表はこの色。はい、で次の葉っぱがここから始まって、何度か描いていくうちにね、ちょっと位置が変わってきていると思うんですけれども、いいバランスを探しながら、この絵の中のこの余白とのバランスを見ながら配置を変えていっています。はい、だいたい決まりました。これ2枚目の葉っぱ、ここ3枚目の葉っぱ。この探り書きっていうか、何度もね線を引いた、形を決めるまでの、決断するまでに何度も引いた線は後から練りゴムで消せばいいだけなので、探っている時は、形を決めあぐねて何本も線を引いている時にはそんなにその、形が歪んでたり狂っていたりしても神経質にならずに、おおらかな気持ちで捉えていきましょう。最後の最後にね、整えていけばいいだけだと思いますので、描き途中の当たりをつける、探り書きの線は、気にしない、あまりとらわれない。はい、ここから三葉三つ葉に分かれる、ここがその起点ですね。始まるところはここから1枚2枚そして3枚、これが少し後ろ側を向いている、向こう側へ向かう葉っぱ。ここから先がねくるっと回って少し暗さが際立っています。葉っぱもねねじれていると、回り込んでいると、ちょうど円柱を描いているような回り込んでいくそのグラデーションがねなんとなく感じられる。手前から奥へぐるっとねくるっと回り込んでいくような感じ、めくれている感じですね。めくれていて向こう側へ向かう。これがね自分に近いのはこちら側、ここが近いところ、あとはこれ向こう側へ回り込んでいく感じで、手前の葉っぱはここが自分に向かって飛び出てくるところ、ここが先端から影がね徐々に向こうへ遠くへ向けて、薄くなって見えていく。この床の影を丁寧に描くことで、どれだけ浮いているのか、空中にある葉っぱまでの距離もなんとなく感じさせることができると思うので、この床に落ちる影もね、これ今つるが浮いてるんですけど、これ丁寧にこう描いてあげると面白いと思います。空中に浮遊しているその距離感が、この影によって伝わってくる。この影がここです。どれだけ浮いてるんだろうっていうね、その、実と虚と実の距離感が、虚像としての影と、実際にある葉っぱとの距離感がこれで出てくると。はい、この葉っぱちょっと手前どうしようかな。ここなんか色があんまりはっきりしないですね。もう少し暗くしましょうか。思い切ってちょっと強くしましょう。
どうでしょう。これでちょっと手前に飛び出てきてる感じ。一番自分に近い側の葉っぱの先端の感じが少し出たんじゃないでしょうか。あえてこれね、左側だけしっかり塗っておいて、右側をあまりこう塗らずに置いたのは、この下にある葉っぱとの距離感をね、ちょっと意識的に離しすぎないようにちょっと近づけたいなと思ったので、こちら側は線を使った表現に、あまり塗りすぎない表現にして残してあります。こちらサイドですね、右サイド、光の当たってる側、葉脈も描くんだけど描きすぎないって、必要なところを描くけれどもそれ以上あまり描きすぎない感じで、はい、このくらいまでに押さえておきます。で、最後後ろにあるこのあけびのこの影の中の表情をもうちょっとしっかり描いて丸み表現につなげていきたい。一番奥のやつはね、向こうに向かって見えなくなっていく一番奥の3つ目のあけびに関しては、この程度コントラストなるべく弱く、形状は感じさせるんだけれども、はい、ありますよと、この後ろにもう一個ありますよっていうところまでで、それ以上追求しないでこの辺で押さえておきましょう。さてどうでしょうか。今日は、裏になっていた白っぽいあけび、つるつきのあけびをスケッチしてみました。はい、こんな感じでどうでしょう。本当はね、これ色つけると面白いと思うんですけれども、はい、これが今日のモチーフ、これがこんな感じのスケッチになりました。さて、いかがだったでしょうか。この動画が良かったという方は、グッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。